こんにちは、ののです。今回は初めてのカルガリー、バンフに行きます。まずは空港でコーヒーをゲットして、空港で働いているお友達と一緒に朝ごはんを食べていきます。カップに対してストローが長すぎて大爆笑してました。搭乗の時間になったので搭乗していきます。今回はユナイテッドエアラインでカルガリーに向かいます。定刻通りに出発してくれて一安心です。機内からカナディアンロッキーが見えてすごい綺麗でした。じゃーん、カナダに着きました。アメリカからカナダへの入国はすっごい簡単でした。この16番からウーバーでホテルに向かいます。じゃーん、ホテル着いた。めっちゃ街並み綺麗。ホテルに着いたのでフロントのお姉さんに危険な地域とか安全なエリアを聞きました。今回の旅のしおりはこんな感じで、1日目はこんな感じで動いていきたいと思います。じゃーん、カルガリーの街並み。まずは今の時刻が13時41分。お腹が空いたのでステファンアベニューに行ってお昼ご飯を食べたいと思います。じゃーん、ステファンアベニューの始まりに来ました。ステファンアベニューということで、しおりにはファーマーズマーケットに行くと書いたんですけど、ちょっと時間的に難しそうだったので、ステファンアベニューでお散歩をしながら、お腹が空いたのでお昼ご飯何を食べようかなと考えながら、歩きながらお昼ご飯の場所を決めていきたいと思います。ご飯にやってきました。ビールとポケボールを頼んだよ。美味しそう。カルガリーは内陸地なので海鮮は有名ではないと思うんですけど、どうしてもポケが食べたかったのでポケをいただきました。お昼ご飯が食べ終わったので、これからカルガリーで有名な大きなお顔のアート、ワンダーランドスカルプチャーまで行きたいと思います。ここで電車に乗りたいと思います。カルガリーはダウンタウンの7駅区間が無料で乗れるとフロントのお姉さんに聞いたので電車に乗ってみました。無料はすごくありがたいですね。センターストリートに着きました。もうこの駅から有名なお顔のアート見えます。
じゃーん、着きました。ビルがめちゃくちゃ高かったです。ここのビルの下にあるこのお顔のアート、これが中からも見れるそうなので、ちょっと中に入ってみたいと思います。ここで迷子になりました。今回カナダに来たのがアメリカの携帯で来ているので、ネットがなくて Wi-Fi がある場所じゃないと携帯が使えないということで、すごい迷子になっていました。今真横をバス通ってったんですけど、あるやんバス。バスあった。ということでバスが横を通っていってすっごいショックでした。バスあるやんってなりました。でもこのままお散歩がてら30分ほど歩いていこうと思います。着いた。パイナップルなんとかのビールにしました。なんかおすすめされたやつなのでこれ買いました。ここでバスの乗り方が分かったので、このバス停でバスを待っていきます。無事にバスに乗れました。そんなに大きいバスじゃなくて小さめのマイクロバスみたいなバスでした。This is my first day. I just arrived today. Yeah. Like what time? I arrived here like 12 or 1 p.m. ということで、さっきのステファンアベニューまで戻って、フィリピンのご夫婦とちょっと仲良くなっておしゃべりをしました。その後にこのシーザーステークハウスにやってきて、お肉を食べていきたいと思います。Yes, give 1 moment. Thank you. じゃーん、リブアイのミディアムレアを頼みました。400g を頼んだんですけど、もうペロリといっちゃいました。お肉すごい美味しかったです。シーザーズステークハウスという名前のステーキ屋さんでした。そして現在の時刻が19時58分ともうすぐ20時なんですけど、すごい明るくて夜でも歩きやすかったです。ここから歩いてホテルに向かって明日の準備をしていきたいと思います。
バイバイ。おはようございます。時刻は5時です。今日はバンフに向かっていくのでちょっと早起きしました。6時頃にはホテルを出てティム・ホートンズで朝ごはんを買ってからバスに乗り込もうと思います。では行ってきます。バスに乗れました。このバスドリンクホルダーとかがついてなくて片コーヒーずっと持ってないといけなかったです。ここでカナディアンロッキーが見えてきました。バンフに着きました。めちゃくちゃ綺麗な街並みと天気がいいです。ここで朝ごはんさっき食べたんですけど、乗り換える別のバスまで小1時間ほど時間があったのと、まだお腹が空いていたので朝ごはん第2弾をカフェで食べていきたいと思います。めちゃくちゃいろんな種類のパンとご飯もありました。外はめちゃくちゃ寒いのでエクストラホットのフラットホワイトとチキンヌードルスープを買いました。熊の親子の像とバンフの街並みです。ここからこの 8X のバスに乗ってレイクルイーズに向かっていきます。だんだん雪が積もってきました。めちゃくちゃ綺麗です。バスを降りたところから約100メートルほど歩いてだんだん絶景が見えてきました。じゃーん、すごい綺麗でした。これは本当に感動しました。多分今まで見た景色の中で一番と言っていいくらい感動しました。湖が凍っていたので湖の上にも立つことができました。Vancouver, Okay, back to and then we fly up to Alaska. Ooh, Alaska! Are you gonna see the aurora? No, it's too. I think it's too. Well, they're saying it's too late for the aurora. Oh, okay. Yeah, it's too late for the aurora. But you know, we could be lucky. Yeah. We're lucky. So you just come from back. Where have you come? Did you fly to Calgary? Yeah. Yeah. ということで帰りのバスまでの1時間オーストラリアから旅行に来ているおばあちゃんとおしゃべりをしてました。ここでダウンタウンに戻ってきてお昼ご飯を食べていきます。お昼ご飯を食べに来ました。ハンバーガーを食べたんですけどめちゃくちゃワインボトル刺さってました。お腹が満たされたのでここから歩いてボーフォールスという滝に向かいます。この橋を渡って約20分くらい歩きます。もうこの時点で景色が良すぎてもうずっと歩きながら感動していました。野生の鹿に会いました。
ここで歩いてる人みんな立ち止まって動画とか写真を撮っていました。ここで滝が見えてきました。めっちゃ綺麗ですね。ここから滝のふもとまで行って写真を撮ろうと思ったので、ここに見えている急な階段を登っていきます。この階段登って降りて登って降りてを2回繰り返したので、結構笑っちゃうくらいには疲れました。じゃーん、着きました。結構迫力もあって音も大きかったです。周りには駐車場もあったので車でも来れると思います。めちゃくちゃ綺麗な滝で、途中虹も見えました。そしてまたこの階段を登ってダウンタウンに戻ってポストカードを探していきたいと思います。私は旅行の時は必ずポストカードを買うようにしています。ポストカード買えました。帰りのバスまで40分くらい時間が余ったので、カフェでゆっくりしていきます。私はチョコレートメープルラテを頼みました。ラテアートがめちゃ可愛かったです。帰りのバスに乗ってカルガリーまで戻ります。バンフ本当にいい街で、今まで旅行した中で一番じゃないかと思うくらいです。今度はなんか3日とか4日とか時間をかけてまたゆっくり来たいなと思いました。帰りの道中にはまた野生の鹿を見ることができました。おはようございます。 Day3 です。今日の予定はこんな感じです。朝ティム・ホートンズに行こうと思ったんですけど、昨日行ったっていうのもあって、お昼に行こうとしていたカフェに行こうと思います。カフェ着きました。店内はこんな感じで、ここはサイドウォークシティズンベーカリーというところです。いろんなパンとかケーキの種類がたくさんあって、結構どれにしようか迷いました。店員さんにおすすめを聞きながら朝ごはんを決めていきたいと思います。パン屋さんの奥にコーヒー屋さんがありました。そしてその隣に、これは何を作っているのか本当にわからなくて聞けばよかったんですけど、パンの製造機なのかコーヒー系なのか本当に全然わからないんですけど、こういうのも見れました。結構店内は広めで落ち着いたゆったりとした雰囲気ですごく過ごしやすかったです。勉強だったり作業してる人もいました。店員さんのおすすめでエッグバンを頼みました。同時にカフェラテも頼みました。すごい美味しかったです。次にカルガリーセントラルライブラリーに行きました。ここは建築物がすごく綺麗と聞いたので来てみたんですけど、
この入り口に入る前の天井からもうすごかったです。中に入ってもこれはめちゃくちゃ綺麗でした。カルガリーは近代的建築物が有名だと聞いていたんですけど、これはすごく勉強しやすいなと思いました。10時のチケットでカルガリータワーにやってきました。10時に開くので一番乗りでタワーに入りました。天気がいいとカナディアンロッキーが一望できると聞いていたので、すごく楽しみです。Yeah, like this. I've been there too. Oh really? That's really beautiful. Yeah. But it's really cold. It was really cold there. But it was warm. Yeah. ちょっとエレベーターの中でネザーランドから来た方とおしゃべりをしながらエレベーター一番上まで行って、すごい景色が良かったんですけど、これはめちゃくちゃ怖かったです。この下のガラスがめっちゃ怖かったです。天気もいいし、カルガリーの街を一望できます。あと10時に来たのがすごく良くて、誰もいなかったのが本当にこう占領し放題っていう感じですごく良かったです。カナディアンロッキー見えました。動画だとちょっとちっちゃく映ってるんですけど、実際にはすごく綺麗に見えました。日本語で訪問してくれてありがとうというドアを押しながらカルガリーを出て、行きたかったブリュワリーに行こうと思います。ではバイバイ。ブリュワリーへの道中のステファンアベニューでカルガリーのポストカードもゲットできました。ここから10分くらい歩いてブリュワリーに向かっていきたいと思います。ブリュワリーに着きました。33アクレスというところのブリュワリーでした。実際にビールを作っているところも見れてすごく面白かったです。これもオープン一番乗りに来たので、お客さんが全然いなくて店員さんが時間をかけて丁寧に説明してくれました。私はこの4つのテイスティングを頼みました。オーシャン、サンシャイン、フラッフィークラウド、スーパーゴーズです。2階席だったので上からビールを作っているところを見ながらテイスティングを楽しむことができました。ブリュワリーが終わったのでホテルに戻って荷物をピックアップして空港に向かいます。今回頼んだオーシャン、サンシャイン、フラッフィークラウド、スーパーゴーズなんですけど、個人的に一番飲みやすかったのはオーシャンだなって思います。すごくフルーティーな味ですごく美味しかったです。飲みやすくて美味しかったです。逆に一番ちょっと苦手というか私に向いてないなと思ったのがスーパーゴーズです。スーパーゴーズはちょっとなんかシソみたいな味がして、もともと店員さんから酸っぱいって聞いてたんですけど、
自分が思っているより酸っぱくて、苦手では美味しかったんですけど、自分にはちょっと合ってないかなって思いました。ということで、ここから空港に向かっていきたいと思います。じゃーん、サンフランシスコに帰ります。カルガリーのポストカードとレイクルイーズのポストカードです。今回の旅行どちらもすごくいい街だったんですけど、私の中ではやはりバンフが人生で一番良かったかなと思います。今回は一人旅で1日日帰りでバンフまで行ったので、レイクルイーズとボーホールズしか行けなかったんですけど、今度はレンタカーとかして3日4日かけてもっといろんなレイクだったり他の自然も見たいなと思いました。今回の2泊3日一人旅すごく楽しかったです。バイバイ。